いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。前回ですかね、フェイクアルファの方で店長の澤田さんと、デッドストックの66、改めて自分もちょっと勉強になったなと思いますし、デッドストックをですねあえて解説させていただいて、あれからお客様が何人かフェイクアルファの方に行っていただいて、自分のサイズ見つかりましたと、自分の誕生日、見つかりましたとかいうお声を結構いただいております。年号をね改めて、自分で探すっていう形にはつながったかなと思います。今日はですねまた少しレアと言いますか、501とまた違うラインとして出されたデニムをちょっと紹介したいなと思います。今回は、551ZWX、を紹介しようと思います。501というのはいわゆるストレートですね。60年代入ってですね、時代の流れで、リーバイスもシルエットが細くなっていくっていう形になるんですが、1961年頃からですね、WX なので、1966年まで、が製造期間ですね。501にも ZWX というのは要はジッパー、それでジッパーを使ったモデルがあります。そして、こちらに関しては501がストレートであれば、こちらが、スリムストレートですね。若干細めです。そして、ZWX の Z というのはいわゆるこのジッパーですね。ジッパーを使っていてシルエットがやや細めというのが今回この 551ZWX というモデルの、シルエットになります。でこちらももちろんWX、入っております。1961年頃にこちらが、登場して、実際一番最初 551ZWX も上にギャラ入りという、モデルがあります。63年頃に、いわゆるこのギャラがなくなり、ギャラなし、ここに書いてた文字ですね、エブリガーモントギャランティートっていう文字がなくなります。なのでこちらが実際63年以降のモデルになるということですね。501とかと、ディティールは少し似てます。例えばベルトループが、オフセットになってます。で、中に WX なので隠しリベットがついてます。こちらデッドストックでパッチもしっかりついてますので読めます。なので 551ZWX というのが分かるんですが、こちらフラッシャー見ていただいて、この上にも紙がついてるんですけど、プリシュランクと書いてます。いわゆる日本語で言うと防縮加工という。なので今501に関しては今までは防縮加工入ってません。なので縮みねじれというのが出るんですが、この 551ZWX というモデルから、防縮加工が入ってます。なので縮みが、出ない。実寸でユーズドで測ってた時に、若干縮んでるのがたまに見受けられます。それはおそらく当時アメリカで洗って乾燥機に入れてしまったとかっていうケースで縮みが出てるっていうのがあるんですけど、通常の洗いではほぼ縮まないというのがこの551の特徴です。トップボタン、こちらを見ると一番分かりやすいんですが、501に関してはシルバーのボタンです。ただ 551ZWX に関しては銅ボタンを使います。トップボタンが、こちらはもうパッと見 551ZWX だなっていうのがすぐ分かります。そこは一つポイントとしてユーズドでもそうやって見ていただけると分かりやすいかなと。あとこのジッパーなんですが、ちょうど63年後の、60年代によく使われているこのグリッパージッパーを使っております。こちら上に上げて下にキュッと下げると、ロックがかかるようになってます。こちらは、当然、ビッグイを使ってますし、下のギャランティーチケットもフォーバー100イヤーズ、60年代、前半の頃に使われているフラッシャーですね。501と少し違う形状でプリシュランクっていう文字も入ってますし、ギャランティーチケットが少し違いますね。あとこちら、当時の値段なんかもね、これリアルに3ドル99ですかね。当時でどうですかね、7、8000円ぐらいな、相場でしょうか。だったと思います。当然ですね、WX なのでサイドには、ちゃんと赤耳がついてます
そして、こちらオレンジステッチがこれほぼほぼですね。 551Z はギャラ入りというのが初期であるんですが、わりかしオレンジステッチが多いと思います。ちなみに 551ZWX のレザーパッチは、存在しません。58年以降が、いわゆる紙パッチが501でも始まって、61年頃スタートする 551ZWX なので、レザーパッチは間違いなく存在しません。シルエットもですねちょっと細身になってます。ちょうど60年代アメリカ入ってるので IB ファッションっていうのがだんだん始まってくる。でちょうどこの頃カラーパンツとか、デニム以外のパンツなんかもリーバイスから結構発売されて、その辺の年代は基本的に大体スリムちょっと細めっていうのが多いですね。ちょっときれいめに履きたいなとかっていう方にはこの 551ZWXスリムストレートっていうシルエットはすごくおすすめです。自分も、これ551実は自分サイズも長年探してるんですが、なかなか自分サイズに出会えなくて、この 551ZWX がいわゆるWX が終わって次のビッグ E の年代になるのがこの505という品番に変わります。 501WX に関しては WX が終わり501ビッグ E という言い方になるんですが、 551ZWX の場合はちょうど66年 WX が終了した後は、505という品番に変更されます。こちらデッドストックかなり数は少ないです。501に比べて本当 501WX の、紙パッチこの辺りの年代の多分10分の1とかユーズドで入ってくることもかなり少ないので、こういったデッドストックでまず見れることもなかなかないと思います。でちなみにユーズドで今うちのお店には1本もないです。こちらデッドストックのみになりますね。サイズもですねまたこれ33の30、実寸でもさっき測ったんですが3330、これは実寸のままで残ってます。水洗いしてもさほど縮みは出ません。それがこのプリシュランクという意味なんですが、その辺は501とまたちょっと違う、501だとちょっと縮みを考えて、計算して買ったりはするんですが、これはもう本当に自分のジャストサイズで3330という方がもしハマれば、本当にベストな1本だと思います。年靴30というのもですね、通常でいくと皆さんちょうどいい、自分なんかも30でちょうどいいので、これシルエットがちょっと細めなので29、28とかでも皆さん、くるぶしだけで合わせたりとか結構日本人にはぴったりはまってくるサイズかなと思いますね。僕の本当記憶なんですが、フェイクアルファと一緒になってもう12年近く経ちますけれども、 551ZWX のデッドストックは多分これでうちで多分本当フェイクアルファと一緒になって3、4本しか僕は見てません。それぐらい本当数が少ないです。こちらですね、デッドストックで3330で、59万8000に消費税になります。通常の 501WX の紙パッチで同年代だともうプラス10万ぐらいですかね。僕は同等な感覚でいいと思います。本当におすすめの一本になります。この後にね505で品番に変わっていくとまたちょっとディティールが変わってきます。通常の501とは、ポケットとか一緒ですけど、505になると今度ポケットが大きくなるとか、501より若干股上が深いかなという風なシルエットの感じはします。501に対して、違うちょっと細身のラインっていうのに出された 551ZWX、 僕としても自分も本当探してる一本なので、これがぴったりハマる方にとってはすごくおすすめです。またねユーズドでも本当出てくればそうですね、だいたい色が濃くて今だと25万から30万ぐらいかなと思いますし、なかなかユーズドで出てくる本数も少ないので、結構うちのお客様でも探してらっしゃる方は多いかなと思います。今日はちょっとこれ1本なんですがかなり貴重な1本になりますので、ご紹介させていただきました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。